こんにちは。今日は少し珍しい USB 充電グッズを見つけたので分解レビューしていきます。こちらです。アンカーから発売されている 2-in-1 140W の USB ケーブルです。一つの USB 充電器、そして一本の USB ケーブルで2つの機材を同時に充電できるというコンセプトの商品です。一見的な製品のジャンル分けとしては、便利グッズであったり、面白製品枠に分類しているわけですが、実際のところの使い勝手であったり、性能はどうなのかというところを確認していきます。その検証に入る前に今日のスポンサーの九州店の紹介です。どうぞ。新製品の設計が思うように進まない、生産体制を整えたいが時間がない、なんていう課題を抱えていませんか？今日はそんな課題を解決できる企業の九州店にやってきました。無線通信車載機器の設計開発、そして製造をコアとしている企業です。実際どうやって皆さんの課題解決をサポートできるのか見ていきます。まず最初に設計開発ルームにやってきました。無線通信機器の使用検討、無線回路設計、電子回路設計、プリント基板の設計、組み込みソフトの開発から機構設計までトータルで開発できます。実際に開発したものはこちらの設備を使って評価していきます。無線通信技術をコアにしているだけあってかなり充実していますね。次は生産ラインにやってきました。なんとクリーンルーム内に最新の生産ラインを保有していて、製造まで一気通貫、高い品質管理の下でやることが可能です。こちらは今実装ラインだけなんですけども、こちらの隣にさらに広い組み立てエリアがあります。ちなみにこちらの工場は地震の少ない長崎県にあるので、自然災害による生産ライン停止のリスクを低減できることも特徴です。設計から製造までの委託先を探している企業の方、ワンストップで高品質を実現する九州店に丸ごと任せてみてください。まずこちらが製品の外観です。基本的には USB ケーブルです。ここに1ポート分ありますが、それがぐっと伸びてきてここに入ってきます。多分この箱の中で USB 充電器の処理とか色々やっているのだと思います。これは後で分解します。この箱を出た後は2つに分岐するといった構成です。これが実際に使っている時のイメージです。ケーブル自体の長さは 1.2 メートルあります。必要十分といったところですね。全体的な長さは変わらずに、こちらの分岐部分から先がもう少し長い方が使い勝手は良いかもしれません。分岐した先の長さはどれくらいっていうのは製品価格とかにも関わってくる内容ですね。USB ケーブルはだいたいこんな感じでまとめてカバンの中に入れると思いますが、こちらの分岐部分の箱が意外とごついので、通常の USB ケーブルと比べてもそこまで小スペースになるというわけではなさそうです。詳細なスペックについては後で確認しますが、製品ページを見てみると、1ポートで使う場合は最大で 140W、2ポートで使う場合は最大で 130W で使えるようです。また、色々と記載はあるのですが、出力に接続する機器の PD の規格によっても出力が変わるようです。これがどういった時に使えるかなんですけども、例えば1ポートの大容量 USB 充電器を実質2ポートとして使えるようにしたり、ポート数の少ない大電力の USB 充電器のポート数を節約したい場合なんかには役に立ちますね。なんですけども、最近の USB 充電器は1ポートのものはそこまで多くなくて、だいたい2ポートかそれ以上あることが多いです。製品としては面白いんですが、コンセプトや実際の使用例が迷子になりかけています。空港とか公共機関の USB コンセントから出ている USB を2ポート化する、車載のシガーソケット USB PD 充電器を2ポート化する場合なんかには役に立ちます。そう考えてみると、やっぱり基本家で使うのではなくて出先で使うことを想定している製品ですね。優秀なアンカーなんですけども、たまにこういった製品を出してくるのが面白いです。またマルチポートで大電力で使える USB 充電器があったら、今回購入したこちらのケーブルいらなくねっていう風になります。普通の USB ケーブルを2本持ち歩いた方がケーブルが壊れた時やケーブルをなくした時のバックアップにもなります。2本持った方が便利じゃないかということですね。ただ実際の配線については今回購入した 2-in-1 のケーブルを使った方が確実にスッキリ配線にはできます。このケーブル自体はメッシュケーブルでできていて、メッシュケーブルとしてはしなやかなんですけども、普通のメッシュケーブルですね。思ったんですけども、この製品こそアンカーの柔らかいシリコン素材のケーブルで作るべきだよなとは思いました。次は実際に接続しながらスペックを確認していきます。まずケーブルを接続する USB 充電器のスペックを確認します。今回は U グリーンの USB 充電器を使うことにしました。160W です。
アンカー以外の充電器でも問題なく動作するかを確認する目的もあって U グリーンの充電器を使っています。この充電器は USB PD3.1 EPR に対応していて、出力は 28V5A の最大 140W に対応しています。今回の検証ではこちらの 140W 出力に対応したポートを使っていきます。スペック自体の検証にはこちらの USB テスターを使います。まずはケーブル1本だけ接続してみます。そうすると、このように USB PD3.1 EPR の対応表示が出てきました。28V5A の最大 140W での充電が可能です。もう1本接続してみます。そうすると、ちょっと表示が変わりましたね。1番の方は EPR 対応は変わらないのですが、電流が 4A まで減少してしまいました。ですので 28V×4A で 112W まで充電可能です。2つ目に接続した方は PD3.0 の 18W までの対応となっています。ですので合計 130W での充電が可能です。一応スペック通りには出ているようですね。ここで製品ページの記載には2台の PC を本製品で同時に充電する際、最初に接続された PC へより高い電力が流れますとあります。これについても実際確認します。こちらの USB トリガーは PD トリガーにもなります。今2つとも USB 3.1 EPR でトリガーをかけるように設定しています。先ほどとは順番を入れ替えて2番の方から接続します。そうすると、このように EPR 対応 28V5A 140W となっています。次1番目のケーブルを接続すると、2番のケーブルは 28V4A まで落ちました。これは最大 112W での充電です。1番のケーブルは PD3.0 の 18W です。なので2つとも同じスペックの製品の場合は基本的には最初へ接続された方へより高い電力を融通するような仕組みとなっています。ただ実際の運用を考えてみると、挿した順番とかそういうのを気にしないで、とりあえず挿せば最適に電力を分配してくれる、そういった動作をユーザーは望んでいるわけです。販売ページをもう一度よく見てみると、充電する機器のバッテリー残量に応じて2台の機器への出力を最適に分配する機能を搭載していますとありますが、これが本当かどうかを確かめる必要があります。なのでここからは実際の使用状況により近い環境で検証をしていきます。実際こういった USB で充電できる機器をつないでみて検証してみようっていうことをですね。USB 充電器は先ほどのものを使います。そしてこのケーブルを先に接続する機器がこちらです。モバイルバッテリー、スマホ、パソコンです。こちらのモバイルバッテリーは PD3.1 EPR に対応しており、最大 140W で入出力可能です。スマートフォンは最大で 30W の充電に対応。パソコンは最大で 65W の充電に対応しています。スマートフォンは比較的充電されているものを使って、モバイルバッテリーとパソコンは充電残量が空の状態のものを使用します。これらの機器を組み合わせて、この 2-in-1 ケーブルがどのように電力を割り振ってくれるのかを検証していきます。期待する動作としては、スマホはそこまで優先的に充電せずに、モバイルバッテリーとパソコンだけが優先的に大電力で充電されるような動作です。まず最初、モバイルバッテリーだけを充電していきます。つなぎます。はい。充電が開始されましたね。PD3.1 で認識されて最大 140W での充電が可能となっています。電圧 27V 出ているのでちゃんと EPR ですね。実際の充電電力は 120W 程度で充電されていました。このように1ポートで使う場合はスペック通りの 140W まで使えるようになっています。今、モバイルバッテリーだけを充電しているのですが、ここでパソコンも同時に充電をやってみたいと思います。モバイルバッテリーの方は最大 140W、実際は 125W で充電しています。ここでパソコンもつなげてみると、はい。最大 112W まで低下しましたね。そしてパソコンの方はどうなっているかというと、15W で充電されています。最大 18W までいけるようです。実際2ポートで使ってみると、製品表記通り合計 130W で充電が可能となるようです。ではここで接続する順番を変えたらどうなるのか見てみます。どういうことかというと、パソコンを先に充電して、その後にモバイルバッテリーを接続するとどうなるかを見てみます。パソコンはこのように 56W で充電されています。パソコン自体は最大 65W で充電できるものです。この後モバイルバッテリーを接続したら、モバイルバッテリーの方は何 W で充電されるのかということですね。18W で充電されるのか、それともモバイルバッテリーの方の電力を優先して高めてくれるのか、それを確認します。実際挿してみると、はい。パソコンの方の充電電力は一気に落ちましたね。15W での充電となっています。
モバイルバッテリーの方はどうなっているかというと、最初 82W で認識して、その後最大 112W で認識するという風になっています。実際 107W 程度で充電していますね。これは予想なのですが、2つとも同じ電力で充電する機器だった場合、その場合は接続順で電力を割り振ります。でもしそのうちの1つの機器がより大電力で充電できるものだった場合は、そちらに優先して大電力を割り当てるような設定になっているのかと思います。今回の場合ですと、モバイルバッテリーの方を優先すると、そういったことですね。次はスマートフォンを充電している状態でパソコンかモバイルバッテリーを接続します。スマホは今 19W で充電している状態です。この状態でパソコンを接続すると、スマホの充電電力は変わらないですね。パソコンの方は 44W で充電している状態です。一応スマホは充電してるけども、より大電力で充電できるパソコンの方を優先している状態です。逆にパソコンだけ先に充電しておいて、次にスマホを充電したらどうなるかも見ていきます。パソコンは 56W で充電。スマホをつなぐと、パソコンの充電電力は落ちて 44W になりました。スマホの方は変わらず 19W です。なので、こちらの USB 充電器自体の電力や、このケーブル自体の電力に余裕があっても、それを全部使うというわけではなくて、出力電力はある程度制限されてしまうようです。次はスマホとモバイルバッテリーの組み合わせです。スマホの充電状況が変わって今は 27W ぐらいで充電しています。ここにモバイルバッテリーを接続すると、スマホの充電電力は下がりました。モバイルバッテリーの方に優先的に電力は振り分けられるようになってしまいましたね。個人的にはこっちのスマホの充電の方を優先して欲しかったんですけども、そうはなっていないようです。次はモバイルバッテリーが接続された状態でスマートフォンを接続してみます。129W で充電していて、ここでつなぐと、はい。充電電力は落ちて 102W。スマホの方は 17W で充電です。ここまで見てきた通り、先に挿しても後から挿しても、基本的には大電力で充電可能な機器をより優先して充電するような仕組みになっていそうですね。なので、販売ページにある充電する機器のバッテリー残量に応じて2台の機器への出力を最適に分配する機能を搭載しています。というのは正しくて、さらに付け加えると、2つ接続した場合、より大電力で充電される機器に優先して電力を振り分けていくといった仕様になっています。なのでこういった機器を普通につなげばいい感じに電力を分配して充電してくれます。ただ最後の方の実験でもあった通り、スマートフォンの充電を優先してほしいんですけども、より大電力で充電可能なものを優先してしまうといった意図していない動作も発生してしまいました。これについては他のシチュエーションでも確認しています。例えば上のモバイルバッテリーは満充電、下のモバイルバッテリーの充電は少ない状態です。満充電の方を先に接続して、その後に充電の少ない方を接続しても、満充電の方の充電を優先してしまい、本来優先して充電欲しい残量の少ない方を優先してくれない現象が発生しています。このあたりの仕様はよくわかりません。電池残量は実はそこまでよく見ていなくて、PD の規格上でより大電力で充電できる方を優先している可能性があります。こちらの USB テスターを使っていろいろ検証してみたのですが、この箱の役割としては USB PD のネゴシエーションと電圧変換をやっています。例えばこれがわかりやすいですね。今2つとも出力電圧は 5V です。この時 USB 充電器は 5V 同じですね。1つの PD の電圧を高くして 9V にすると USB 充電器の方も 9V になりました。さらに電圧を高くしていくと出力は 15V。電圧を高くしていくとそれに従って USB 充電器の出力電圧も上がっていきます。そういった電圧を出すための通信であったり電圧の変換をこの箱の中でやっているということですね。また発熱についても見てみます。サーモグラフィーで温度を測定していますが37度程度です。ちなみに 140W を出力している時です。ほとんど発熱はないですね。この USB ケーブルでどれくらい損失が出ているのかも確認しました。条件としては 28V5A 流している時です。USB 充電器を出た直後の電圧は 28.2V。負荷に入るところの電圧は 27.47V です。だいたい 0.7V くらい電圧損失ありますね。これを電力損失に直すと電圧効果の 0.7V×5A でだいたい 3.5W くらい電力損失が発生しています。これは USB ケーブルの電圧変換ボックスとケーブルの端から端までの電力損失です。それで 3.5W の損失なので、まあそんなもんかなっていうところですね。
ここからは分解タイムです。実際中身を分解してみてどうなっているのか確認してみます。早速ですが分解したものがこちらです。想定してより部品数は多いですね。作り自体はかなりしっかりとしています。一つの USB 入力から2つの USB 出力を作っているわけなので、制御としては結構複雑になることは分かっていたんですけども、それを実現するためにこのくらい部品数が増えてしまうということですね。出力の USB 部分は小スペース化のために両面に実装されていました。ちなみにこちらのプリント基板は4層以上の構成となっているので、今回は本格的なリバースエンジニアリングは諦めました。ただある程度は読み取れますので、回路図を機能ブロックとして書き出したものはあります。こちらです。なので実物と対応を取って見ていきます。まずはこちら、高圧コンバーターです。電源 IC とインダクターの組み合わせですね。出力の USB を2ポート同時使用した場合は、片方の電圧は 9V まで低下するのですが、その時の高圧動作をこれでやっています。電源 IC はモノリシックパワーシステムズの MP2491C です。データシートを見るとわかるのですが、BAX というのが製品コードとなっています。MOSFET 内蔵の電源 IC なので、外付けインダクターとチップ抵抗、キャパシタがあれば使えます。次は反対側の面です。これは USB PD の制御をするコントローラー IC です。2つ使われています。大きい方は IP2738U で出力の2ポート分の USB-C とのやり取りを担当します。小さい方は IP2752 で入力側に接続される充電器とのやり取りを担当します。この2つを組み合わせることで出力に接続されている USB 機器が要求する電圧を入力に接続されている USB 機器に伝えるという動作を実現しています。次はロードスイッチです。これは両面に7個分実装されています。実際は MOSFET をロードスイッチとして使っています。6個が N チャンネル MOSFET で1つが P チャンネル MOSFET です。これらをまとめるとこの回路ブロックになります。ロードスイッチはこのような構成です。2入力の2出力です。これらをどのような接続パターンにも切り替えられるような構成となっています。例えば出力の USB2 に先に接続したとします。そうするとこんな経路で電流が流れていくんですね。その後小さい電力でしか充電できない USB をこちらの1番に接続するとこういう風に電流が流れていきます。ただ前半の実験でも見てきたように、より大電力で充電できる方は高圧コンバーターを通さないパスで充電するというのが分かっています。なので実際には接続された後でもこのロードスイッチを切り替えて充電のパスを切り替えることができます。しかもこのロードスイッチ、出力の電圧レベルが異なる場合でも出力の間で電流が逆流しないようになっています。これは非常によく考えられている回路です。実はこの回路構成非常に見覚えがあります。特にこの部分ですね。これまでいくつも USB 充電器を分解してきましたが、実はこの部分の回路、マルチポート USB 充電器の中ですでに使われている回路です。この USB 充電器の中の回路はこのようになっています。詳しいことは概要欄にある過去動画を見てほしいのですが、こちらの部分で主要な電力変換を行って直流の電圧を作ります。こちらの USB 充電器、出力はマルチポートです。USB-C の出力端子があって、インダクターがあって、そして裏面を見てみると、高圧コンバーターを構成するための MOSFET と、そして USB 機器とネゴシエーションする PD コントローラーがあります。これらを使って USB 機器が必要としている電圧を出しているんですね。今回分解したケーブルを見てみると中身に同じ回路が使われています。ただこっちはですね、もうちょっと複雑なロードスイッチはありますけどね。つまりこちらの USB ケーブルはマルチポート USB 充電器と同じ動作をするようにその部分だけを外に取り出した製品ということになります。ちなみに今回はすでにマルチポート USB 充電器を使ってその後にこちらのケーブルを使っています。なので同じ回路が二重になっています。開封後の温度測定もやってみました。とりあえず1ポートだけ使って試してみます。EPR 対応の大電力で充電を開始すると、一つだけものすごく発熱する部品があります。これは P チャンネル MOSFET ですね。温度はどんどん上昇して100度を超えて、そして最後は140度まで到達しました。ちょっと温度高すぎ感がありますね。激アツです。この時充電電力は 120W 程度です。先ほど外装温度を測定しましたが、外にはほとんど温度は伝わっていなくて、実は内部では超発熱していたということですね。ここまで温度上昇しているとは思いませんでした。開けた状態で温度測定しておいてよかったです。P チャンネル MOSFET のデータシートを見てみると、ジャンクション温度は150度までいけると書いてあるので、定格ギリギリのところで使っていますね。ケーブルスペックの最大電力で連続充電する頻度が高い方は要注意です。
です。ちなみに 50W 程度で充電している時の温度は100度でした。ということで今回はアンカーの 2-in-1 140W USB ケーブルを分解レビューしてきました。このケーブルは1ポートの USB 充電器を実質2ポート化できるという面白い製品です。これをどうやって実現しているかというと、マルチポート USB 充電器の中に使われている技術をそのままこの USB 充電器の中に持ってきて実現しています。充電の優先順位の付け方の仕様には若干の癖があって、基本的には高速で充電できるものに優先して電力を割り当てていく、そのような充電の仕様になっていました。面白い製品ではあるんですけども、マルチポート USB 充電器を買って普通の USB ケーブルを2本持ち歩く方が実用的かもしれません。ちなみに今日動画の中で出てきた製品は概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある人はぜひ確認してみてください。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも書いてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。